ハロー、こんにちは。バインピアノ教室の松本です。皆さん、お元気ですか？さて、今日は大人にも相対音感トレーニングが必要な理由についてお話ししていきたいと思います。音感トレーニングというと何かと子どもが対象になりがちで、子ども向けのテキストやですね、情報は非常に多いんですけれども、大人向けのテキストがほとんどなく、また情報もあまりないことから、大人への音感トレーニングがなおざりにされているのが現状だと思うんですね。大人の場合、絶対音感を鍛えることはできませんので、相対音感を鍛えることになりますが、大人の生徒さん自ら音感トレーニングの必要性を訴えることはあまりありません。理由の一つとしては、ピアノは、耳をね、使って音を注意深く聞かなくても、鍵盤キーさえ押せば、音が勝手に出てきてくれるからということもあるんですね。そしてまたこちらはですね、指導者側の、責任もあるんですけれども、大人への、音感トレーニングの必要性、重要性を、訴えてなかったということもあるかと思います。で、そこでですね、これからですね、相対音感を身につけると、どんなメリットがあるのかについてお話ししていきたいと思います。まず一つ目ですが、ピアノのミスタッチが劇的に減るということです。音感のない人の演奏はミスタッチが非常に多いんですね。で、これは音符を間違えて読んでミスタッチっていうこともあるんですけれども、音符が正しく読めているのに間違ったキーを押してそれに気づかないっていうケースが結構これ多いんですね。で、またですね、そこの間違いを指摘してもなかなかですね修正できない、次のレッスンまでに直すことができないっていうケースが結構よく見られます。音感のある人は間違ったキーを押してしまってもすぐに間違いに気づいて修正ができるんですけれども、音感のない人は自分の耳を使って間違いを判別することができないために、同じ間違いを何遍も繰り返してしまうんですね。で、したがって音感トレーニングを受けることで音を判別する能力は育ちますので、ピアノのミスタッチが劇的に減るというわけです。2つ目は音感を鍛えると曲の仕上がりが速くなるということです。で、音感のない人は曲を仕上げるのに、長い時間を要する傾向があるんですね。で、中には何ヶ月もかかって1曲の曲を仕上げることが結構あります。で、一方で音感のある人は、たった2、3回のレッスンで曲を仕上げることが、結構あるんですね。で、子供と違って大人は、時間も限られており、にもかかわらず弾きたい曲はたくさんありますよね。で、音感を鍛えることによって曲の仕上がりが早くなりますので、それだけ弾きたい曲がたくさん弾けるようになるというわけです。で、3つ目は耳コピができるようになるということです。こちらはですね、絶対音感を持っている人だけの能力ではなくて、相対音感を持っている人でも可能なんですね。で、相対音感の場合は、ある音さえ分かれば、その音から高いのか低いのか、またどの程度離れているのかによって、他の音を判別できますので、音楽をね、楽しむ幅がさらに広がるかと思います。4つ目はですね、音感を鍛えるとキー、つまり腸が認識できるようになってですね、即興演奏ができるというメリットがあるんですね。で、即興演奏に関しては、ジャズなどの他のジャンルの曲をやっている方に必要な能力だと思うんですけれども、クラシック音楽をやっている方にとっても、腸を認識する能力っていうのは非常に大事なんですね。で、今自分が弾いている曲が何の調であるのか、どこで転調しているのか、これをね、分かってて弾いてるのと分からないで弾いてるのとでは、やはり表現力にも差が出てきますし、音楽の味わい方ですね、にも、差が出てきます。5つ目は、先ほどちらっと申し上げましたが、音楽をより深く味わうことができるようになるということです。相対音感トレーニングを受けますと、音の高さが判別できるだけでなく、腸の判別もできるようになりますが、
当教室では和声の機能や進行なども勉強いたしますので、曲全体の流れだったり、雰囲気だったり、また腸の持つ特性も、分かるようになりますので、ピアノ演奏をする上での表現の幅が広がるんですね。で、それだけでなく、自分で弾いていてもさらに、曲を深く、弾きながら味わうことができるようになるということです。で、これは自分の演奏だけでなくてですね、他人の演奏やオーケストラのね、演奏を聴いていても、深く音楽を味わうことができるようになるということなんですね。このようにですね、相対音感を身につけておくと様々なメリットがあり、より豊かな音楽ライフを送ることができるようになりますので、大人の方もですね、ぜひ音感トレーニングを受けられることをお勧めいたします。さて、いかがでしたでしょうか。この内容が役に立ったよと思ってくださった方は、グッドボタンを押していただけると大変励みになります。また、もしよろしければ、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様、また次回まで。さようなら。